前回はミスターシエンが欲しがる薬の情報は責任者ウェンランを通さなければ手に入らないというところまでお話しした。今回は ABO デザイア第9話から第11話のダイジェストをお届けしよう。ファイオンはついに自分がエニグマであることをミスターシエンに知られてしまう。一方サブカップルではウェンランが偶然オメガのヒート部屋に入り込んでしまい、何も知らないまま一夜を共にすることに。だがその相手がガウトゥだとは気づかずに。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ウェンランはミスターシエンに条件を突きつける。ファイオンを一夜だけ貸してくれれば自らあなたの父へ薬を届けよう。だがもちろんミスターシエンはそんな馬鹿げた要求を受け入れるはずもない。その後ミスターシエンは X ホテルのイベントに出席する。そこで再びウェンランと鉢合わせ、空気は一気に喧嘩ムードに。そして一番かわいそうなのはガウトゥだ。ミスターシエンの放つ圧迫フェロモンに耐えきれず、そそくさとウェンランのそばを離れ、ホテルの片隅で身を潜めることになる。実はその頃ファイオンもラット期を迎えホテルの一室にいた。ミスターシエンの腹違いの弟が人を雇いファイオンを誘拐しようと企む。だが予想外にもファイオンの圧迫フェロモンにやられ一瞬で撃退されてしまう。そんなことなど知る由もないミスターシエン、ヒート中のオメガがトイレ付近をうろついているという噂を耳にし、もしかしてファイオンが自分を探しに来たのではないかと心配になり、その方向へ走り出す。そしてあるドアの前に差し掛かった瞬間、いきなり中へと引きずり込まれる。中は真っ暗でミスターシエンの目には何も見えない。正体不明の人物に襲われたかと思い、彼は即座に戦闘モードに入る。ラット機で自分をどうしてもコントロールできなくなったファイオンはミスターシエンをベッドに押し倒し、お子様は絶対に真似してはいけない行為に及んでしまう。ここで少し私の趣味トークを挟ませてもらうと、私はガーターベルトやアームベルトのような紐系が大好きなので、どうしてもミスターシエンの服装をセクシーに感じてしまう。同じ趣味の方がいたらぜひコメント欄で教えてください。禁断トークで盛り上がりましょう。一方その頃ウェンランはガウトゥの姿が見えず、ミスターシエンのフェロモンにやられてどこかで倒れているのではないかと心配になり、ホテル中を探し回るのだった。やがて備品庫の中からヒートしたオメガのただならぬフェロモンを嗅ぎつける。中は真っ暗。ガウトゥは隙をついて逃げ出そうとするがウェンランに捕まってしまう。顔は見えないもののオメガの匂いに圧倒され、ウェンランはついに自制を失ってしまう。唯一ケチをつけるとすればもっと長く見せてほしい。これほど極上のシーン、相手が誰かわからないとしても私の劇場を抑えるなんて到底不可能だった。翌日ミスターシエンは自宅で目を覚ます。部屋を出るとそこにはチェーン秘書が待っていた。昨夜酔ったミスターシエンを迎えに来るよう電話があった。そう話す彼は言いにくそうに続ける。ファイオンが手紙を残して姿を消しました。その手紙にはこう記されていた。ミスターシエンの父に必要な薬と引き換えに自らウェンランの元へ行ったこと、そして君の幸せこそが自分の幸せだから自分がいなくても大丈夫だと。ありえない。ファイオンがいなければミスターシエンの幸せなど存在しない。これまで一度も涙を見せたことのなかった彼は感情を抑えきれず子供のようにいつまでも泣き続けた。その姿を前にチェーン秘書はただ立ち尽くすしかなかった。これほどまでに壊れそうなミスターシエンを見るのは初めてで、どうすればいいのか全くわからなかった。それからというもの、どんなにミスターシエンが電話をかけてもファイオンは応じることはなかった。だがある日ウェンランと一緒に病院にいるという知らせを受けたミスターシエンは大急ぎで駆けつける。そして必死にファイオンへ一緒に帰ろうと説得する。しかしファイオンは堅くなに首を振った。理由はただ一つ。ウェンランは薬を少しずつしか渡さず、ミスターシエンの父には毎月欠かさず薬が必要だからだ。それでもミスターシエンは胸を引き裂かれる思いで訴え続け、ようやくファイオンを説得し家へ連れて帰ることに成功する。けれどファイオンは自分は汚れていると言い、同じベッドで眠ることを拒む。ミスターシエンは言葉ではなく行動で愛を示そうと決めた。毎晩ファイオンが眠る客室の床で眠り、彼に寄り添い続けたのだ。やがてファイオンも心を動かされ、ついにベッドルームで寝ることを承諾する。喜びを隠しきれないミスターシエンは一歩先へ進もうとする。だがファイオンは拒んだ。ミスターシエンは静かにうなずき待つと約束するのだった。一方その頃ウェンランは相変わらずの毒舌と分かりにくい嫉妬心でガウトゥを傷つけていた。心配で休んでいるガウトゥの家を訪れたものの、部屋に置かれたオメガ抑制剤を見てしまい、パートナーのオメガが泊まりに来たと勘違いし機嫌を悪くする。そんなウェンランにガウトゥも思わず口走ってしまう。ファイオンがヒートの時は何も言わないくせに。その瞬間ガウトゥは気づいてしまう。ウェンランにとってファイオンはやはり特別な存在なのだと。当本人のファイオンはミスターシエンと図書館
間デートの真っ只中だった。手作りのケーキを持参し、2人は最上階の VIP ルームで本を読みながら優雅な午後のティータイムを楽しんでいた。だが次の瞬間、大きな地震が発生する。ミスター・シエンはとっさにファイオンをかばい、先に避難するよう命じる。しかしファイオンにとって彼は自分の命より大切な存在。置いて逃げることなどできない。そして助けるために思わずその場で力を使ってしまう。それを見たミスター・シエンはついに気づいてしまう。ファイオンもまた SQ アルファであったことに今まで騙されていたのかとショックを隠せない。だがその瞬間、ファイオンはミスター・シエンをかばい、背後から鉄筋に貫かれてしまう。過度の出血でみるみる力を失っていくファイオン。死なれちゃ困る。怒りを抑えきれずに吐き出しながらも、ミスター・シエンはファイオンを胸に抱きしめ、愛がないわけじゃない。でも受け入れられるかというと、ミスター・シエンはアルファに興味がない。やがて援助隊が駆けつけ、ファイオンとミスター・シエンは別々の病院へと搬送された。ファイオンは鎮痛剤が使えず、なんと2時間に及ぶ手術を麻酔なしで耐え抜く。一方のミスター・シエンはかすり傷程度で大事には至らなかった。騙されていた事実をまだ許す気にはなれない。それでも医師からファイオンの容体を聞いた彼はどうしても心配になり病棟を訪れる。だがドアを開けようとしたその瞬間、中にはあのウェンランの姿があった。ファイオンの嘘への怒り、そして抑えきれぬ嫉妬、2つの感情が混ざり合い、ミスター・シエンの表情には言いようのない憤りが浮かぶ。絶好だとでも言うかのように彼はきびすを返し病院を後にした。その後ファイオンは必死に連絡を取り続けた。電話しても手紙書いても花を送っても全てミスター・シエンに拒絶される。どうすることもできず、ファイオンが最後に思いついたのは会社へと足を運び、ただ彼の姿を追うことだけ。駐車場で出てくるのを待つなんてあまりに愚かであまりに切ない方法しかなかった。ミスター・シエンのことになると君は正気じゃない。ウェンランの冷たい言葉にファイオンも反撃する。正気じゃないのはあなただろう。ガウトゥへの思い隠せてるつもりと問い返すファイオンにウェンランは決して認めようとしない。そのくせ会社を休んでいるガウトゥの妹を見舞うという口実を作り、本当はただ彼の顔を一目見たかっただけだった。ガウトゥもファイオンが入院したことを聞き見舞いにやってきた。そこでファイオンはすでにウェンランと一夜を過ごしたオメガの証拠を掴んでいた。その写真をガウトゥだけに送りつけると、残りは興味がないと言い放ち話を切り上げる。その後ファイオンが向かった先はもちろん愛しきミスター・シエンの元だった。次回はミスター・シエンが誘拐され、ファイオンが彼を救う。待ちに待った仲直りの瞬間が訪れるかもしれない。毒に侵された状況でファイオンはミスター・シエンをつがいにしなければ救えないシーンも待ち受ける。そしてガオトゥはついに離職を決意。さすがのウェンランも自分の感情に気づくのか。次回またお会いしましょう。ではでは。Hey, nothing compares to your love when it falls through. It covers me in your arms. You care enough, it all